こんにちは、アンナスです。今日は靴下に刺繍しようと思います。なんかワンポイントとかだとちょっとちっちゃいとなんかパッと見た時にわかんないので、ちょっと大きめの図案をやってみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では靴下屋さん旅をなんか旅をって検索すると出てきて、靴下屋で検索してもあんま出てこないんですけど、今日は靴下屋の旅用のクリーム色っぽい感じの靴下、これちょっと前に買ってるんで全く同じのはないかもしれないですけど、なんか定番っぽいんでまだ売ってるかもですね。でこれにこの図案のマリンのヨットとどれにしようかな。なんかカモメが可愛いですかねなんかどれでもこれでも迷ったんですけど、灯台も可愛いんですけど、この2つはちょっとシンプルすぎるので、私はなんか派手なのが好きだからカモメにします。カモメとヨットにしようと思います。それで図案はスマプリで写すんですけど、この図案は本に載せてないんですよね。結構最近作った図案なので、去年の8月に作った図案なんで、ファンボックス毎月の刺繍っていうところで最新の図案を上げているんですけど、そこでダウンロードしてもらうか、そこの会員になってダウンロードしてもらうか、もしくは刺繍キットこれを作って販売しているので、どちらかで手に入ります。キットでこれを作ってもらってもいいですし、その図案を手に入ったら、ここに靴下とかにアレンジしてもらっても。では最近もうスマプリばっかり使ってますね。普通に靴下回の方が少ないかもしれない。なので結構使ってしまっているんですけど、スマプリは後でお水で消せるものなので、これでこうシールでペタッと貼って図案を写します。ちょっと図案を写したいんですけど、角度を変えました。真俯瞰だとちょっとね、いろいろ映るとあれなので、これ横からだとあんまりわかんないですね。で今日はいつも水性ペンで描くんですけど、チャコパーを使ってみます。はい、これで写せたのでハサミで切っていきます。外側、1センチぐらいは開けておいて、で余分なところはちょっとチョキチョキ切ってもらって、このハサミあんま切れないですね。これゴミ入れです。教室でも使ってるゴミ入れなんですけど、これではい2枚カットできたので靴下に貼っていこうと思います。靴下のよっとちょっと角を折り目をつけてめくって、これシールみたいに全部剥がしちゃうと汚くくちゃくちゃってなるんで、少しだけ剥がしてで貼ります。貼って全部剥がさないで少しずつこうやって貼っていきます。これでちょっと曲がってますね曲がってたら貼り直してください。もうそれがいいところですね。貼り直せる、書き直せるっていうのがいいところ。それでもう一個も貼って、これちょっと後で貼るとして刺繍枠をはめていきます。刺繍枠はもうこれで伸びが固定されてるんですね、ある程度。
とはいえ伸びますなのでここをできるだけ伸ばさないようにして枠を入れて、そのために10センチとか大きい刺繍枠普段使ってる方はちょっと8センチの用意していただくといいと思います。これでやっぱ伸びてますね、ある程度。ただ最初にシールで貼ってる部分はそんなに伸びてない。割とここがまっすぐになってるから、それで行ってみようと思います。はい、今ちょっとここ後ろギューッと引っ張って、で、まずアウトラインステッチからですね。アウトラインステッチはもう玉留めで始めます。まず1目作る。でちょっと先に出して、最初に作ったステッチの半分ぐらいをちょっと押して真ん中あたりに刺すんですけど、糸を割らないで糸をギュッと押して糸の下に入れます。これで半分重なったので、またちょっと先に出して2つ目のステッチの真ん中あたりに針を刺します。でこれを繰り返していくとアウトラインステッチになっていきます。はい、アウトラインステッチができたので裏に絡めます。裏の糸を表に響かないように 2,3 回すくってそれで切るんですけど、次がまたブルーで2本取りなのでこれ1本だけ切ります3本取りからちょっと2本取りに変えます。で次が、サテンステッチで1センチ以上はロング&ショートステッチなので、まずサテンステッチっていうのは基準の1本を入れておきます。この辺りかな。でこれを基準に上と下と埋めていくんですけど、なんで真ん中から始めるかっていうと、刺繍糸ってまっすぐにしかならないので、いきなりこういう頂点とかこういう頂点とか始めるのは難しいんで、基準を入れて半分ずつ埋めます。で基本的には隣に刺していくんですけど、必ず隣に刺さなきゃいけないっていう決まりはないので、ちょっと隙間が空いてたら戻って上から足してどんどん修正していきます。じゃあまずこれで上の部分をサテンステッチで埋めていきます。はい、では上半分が刺せたので下も埋めていきます。下はどのあたりでロング&ショートに変えるかっていうのは結構微妙なとこなんですけど、1センチを超えたらロング&ショートって一応そういう設定にしてます。で、ロング&ショートはまず名前の通りロングとショートを作っていくんですけど、あんまり短くはしない方がいいです。だいたいロングが最初に作ったこれとかこれがロングだとすると、ショートの部分はその3分の2ぐらいのサイズで留めておきます。あんまり短いステッチでやりすぎると穴だらけになって仕上がりが綺麗じゃないので、できればステッチは長めに作ってたくさん重ねてっていう感じでやっていきたいです。じゃあまず1段目を刺していきます。はい、ではこれで1段目ができました。で2段目はちょっと先に出して平行にザクッと適当に刺します。この適当が結構重要で、今この辺に刺したからちょっと遠く、ちょっと長めでちょっと短めみたいな感じで重ねていきます。
目的がロング&ショートステッチっていうのは本当はサテンステッチでやりたいんですよね。端から端まで埋めたいんですけど、そうすると1本が長すぎるので、何段階に分けて差し埋めていこうっていうことなので、あんまり最終的にカモフラージュさせたいんですよね。本当はサテンステッチでやりたいけど、実はサテンステッチではないけど、サテンステッチ風に見せたいわけです。なので、こうやって刺す場所をきっちり揃えると、ここに溝ができてしまうんですね。なので、溝を作らないように、外から針を出して、内側に針を刺すときにいろんな場所に刺してカモフラージュさせて、サテンステッチのような感じに見せるっていうのが目的です。なので、こうやって刺してると、最初に刺したステッチがちょっとスカスカだったりすると、隙間が空いたりとか、あと針を刺すと溝ができるんですね。穴が開いたりとかするので、そういうところは後から埋めます。どんどん埋めていきます。継ぎ足し継ぎ足しって感じで、3段ぐらいで、3段ぐらいで刺さなきゃいけないなっていう範囲のところは3段4段どんどん重ねていってください。船のこのヨットの図案だと2段階、ちょっとすごい長いところだと3段階ぐらいに分けて刺すといいと思うんですけど、なのであんまりさっき言ってたステッチが短いとなんでダメなのかっていうと、もうこれで穴だらけになってしまうんですね。穴だらけになると綺麗なつるっとしたサテンステッチ風に見えないので、そこだけを考えていい感じになるようにやっていきます。で、ここの端っこの船の端っこの方はこうやってちょっと先に出して前のステッチに重ねるみたいな、さっきやったアウトラインステッチみたいな感じで埋めていくといい感じに埋まります。で、色が濃いと結構ごまかせるので、どんどん刺していってもらって大丈夫です。これぐらいかな。やっぱり厚みがあってふわふわしているので、ちょっとね、普通の布に刺すよりかはちょっと大変さはあります。でもだいたいこんな感じで、ちょっとガタガタしているところはこうやって後から埋めてもらって、これぐらいかな。じゃあ裏に絡めて終わらせます。で、次はここですね。この旗の部分、縦に刺す。で、ここは、しましまを横に刺していくんですけど、飛ばさないで赤刺して白刺して、でまた糸変えて赤刺してって感じで、これは上から順番に刺していくんですけど、一番下の赤だけちょっとロング&ショートステッチになってます。微妙なとこですけどね、一気にいっても大丈夫そうな気もしますが、ここサテンステッチ一緒なので、それで進めていきます。はい、では、穂の部分ができたので、今度下をやっていきます。で、下は3本取りでなんか黄色っぽい感じの色でやっていきます。ちなみに今使っている刺繍糸は、見本と同じ、これと同じ色を使ってます。3本取りでまず端っこから出します。で、刺繍糸をこうやって丸くセットして同じ穴に針を刺します。で、ちょっと先に針を出して、で、いつもだと糸かけるんですけども、これでかかっている状態になるんで上に引っ張ります。これで輪ができました。下に引っ張ると輪がなくなるので、必ず上に引っ張るようにします。で、また輪を作っておいて、
輪の中に最初に作ったステッチの丸の中に針を刺します。でまたさっきと同じサイズ頭を出して、もうここに輪ができてるからこれで上に引っ張る。でこれを繰り返していきます。はい、これでチェーンの端まで来たら一回チェーンステッチを止めたいと思います。チェーンステッチを止めるのは輪の外に針を刺したらもうこれでチェーンが終わりになります。でこういう角度が鋭いところ90度とか45度とかあるところは続きでやらずに一旦終わらせて、でさっき最後に作ったチェーンステッチの丸の中からもう一回針を出してで角度を変えてチェーンステッチの続きをすると、角が綺麗にできます。なのでこんな感じでまた続きをやってぐるっと1周やったらまた2周目、多分3周目やらなくてももうだいたいそれで埋まると思うんで、あと1列足して終わりぐらいかなっていう感じです。人によってちょっといろいろあると思うんで、埋まるまでやるといい感じになります。はい、では下の部分もできたので今度はここのバリオンステッチをやっていきます。でバリオンステッチっていうのはフレンチノットもそうなんですけど、その針を出したところがこの端になるんですね。ちょうど真ん中にできるわけではなくて、このなんかダンゴムシみたいにこう表現があるんですけど、こことここが刺し始めでこうぐるっと回ってそれがこうついているわけです。なので、ここに刺したいって思うとこのど真ん中のあたりに針を入れるんじゃなくて、このちょっと端にここの端が丸のここ真ん中じゃなくてこの、左に、右でもいいんですけどなるように、考えて針を出します。で、バリオンですね。まず針を出して針を同じ穴に刺してでほんのちょっとだけ頭を出します。でここの距離が短い方がいいです。くるっとなるんで。で上の方を長めに出しといてください。でここで巻いていきます。12345678910回巻きます。で巻くときはぎゅうぎゅうに巻かないでちょっとゆるく巻いておきます。で糸巻きみたいに綺麗に巻いておいてください。ぐちゃぐちゃはダメですね。で下に揃えて親指と下の指でしっかり支えてから針を抜きます。で抜くとこういうコイルみたいな状態になるんですけど、これ手を離さないでこのまましっかり親指と下の指で支えながらこの指の隙間をこうギュ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 ッと引っ張っていくとダンゴムシみたいなのができてきます。そしたらもうここなんかどっかこの糸が出てる近く、最初に針を出したあたりですね。そこに針を刺してで今立ち上がってるので倒しておきます。これ立ち上がると変なので止めのステッチをしておきます。でこの時にある程度こう向きが自由に変えられる、そこまで自由ではないですけどだいたい変えられるので、これでこうちょっと向きとか調整して止めのステッチを入れます。外から針を出してこのコイルのこの真ん中の丸にここに針を刺して、これで出来上がり。じゃあもう一個もやって2つできたら完成です。はい、これで出来上がりです。でスマプリはいつものように私は一応溶かしはするんですけど、こうやって余計な部分は先にちぎっておくと溶かすのが楽です。靴下だから、ね、洗濯機でガーって洗うと思うんで割と綺麗に落ちるとは思いますけど、
この中もね、もし取れそうだったら取ってもいいし、無理して取らなくてもどちらでもいいです。やっぱりスマプリってちょっとやっぱり縦に戻っちゃいますね、この靴下の場合は。もうそれはしょうがないです。でも履くと伸びるからちょうどいい感じになるんで、もうそれでこれで1個できました。で次だから左右ね履いた時に外側に柄が来るといいので、こっち側にじゃあ今度はカモメを刺繍して、でカモメはちょっともうだいたいステッチは説明することないんでフレンチノットぐらいですかね。じゃあちょっと図案を写すところからやっていきます。はい、スマプリを貼って、でまず最初が羽ですね、ロング&ショートで、その後顔のところにここに1本生地を入れて顔を埋めました。でこの下あたりからロング&ショートになるかなっていう感じなので、ロング&ショートで埋めているところです。でこれが終わったら、くちばしとそれから尻尾を順番に埋めていきます。もうひたすらサテンステッチとロング&ショートステッチで埋めるっていう感じですね。でやっぱりこうやって貼った時はちゃんとしてるんですよ、サイズ。でも裏見てもらうと分かるんですけど、やっぱ縫うとその靴下のふわふわ感とやっぱその布みたいにカチッとピシッとなってないんで、やっぱ刺してるとどうしても引っ張っちゃうから、ここ分かります？なんか刺してるとこだけキュッてなっちゃうんですね。でもこれはもうしょうがないので、もうできるだけあんまギュッて引っ張らないで、ちょっとふわっとした感じで刺すと靴下はいいのかなって思います。それをやったとしてももうこの状態は変えられないので、こんな感じで刺して仕上がって履く時にはちょっと伸ばして履くっていう感じになるんじゃないかなと思います。靴下楽しいですね。ちょっと今黄色を持っててもついでに黄色やっちゃおうと思うんで、順番的には最後の10番なんですけど、ちょっと先にやってます。まず縦にサテンステッチ何本か入れて、で縦に入れたステッチにちょっとかぶせるように上から横に刺してます。これで裏に絡めて、であと帽子ですね。帽子は下から横に青、赤、また青って刺して、上から赤と青の隙間にストレートステッチを1本ずつ入れています。ではそんな感じでやっていきます。はい、では帽子もできたので目を刺繍します。目の位置から針を出して枠を机に置きます。で少し上を持って空中で2回巻きます。で同じ穴に刺すんですけど、糸 1,2 本またいで刺すと上に乗りやすいです。でしっかり引き絞ってから引っ張ります。であんまり引っ張ると目がなくなっちゃう潰れるので、最後グーって引っ張らないで、ふわっと終わらせて、でここで顔の刺繍糸刺す量が少ない人は多分この割れてくると思うんですよね。なので後からでいいんで、上から目から後頭部、目からくちばしの間みたいな感じでサテンステッチどんどん足していってもらって、それで埋もれないようにしてください。で裏に絡めて、これで2つできました。やっぱ多少ちっちゃくはなりますね。もうでもこれは
そういうものだと思ってください。靴下に貼るスマプリで刺繍する場合はもうこうなります。なのでなんだろうな、まあ何でも大丈夫なんですけど、あんまり人物とかやるとちょっとあれかな、なんかこうイメージと違ったみたいになるかもしれないですね。お花とかこういう有機物、無機物か、無機物的なものはちょっと縦長になっても全然平気だと思うんで、これもスマプリを取っておいて、あと残りはお水で溶かします。こんな感じで出来上がりました。ちょっと普通の布にしたものと比べるとやっぱ若干細くなってますけど、いい感じにできたので満足してます。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。